突然ですが、A ルートと B ルート、どちらが早く大宮駅から小山駅まで移動できるでしょうか。こんにちは、検証交通チャンネルです。今回は埼玉県間宮駅から栃木県小山駅までの2つのルートの所要時間、比較動画になります。多くの方は大宮駅から小山駅まで鉄道移動をする場合、JR 宇都宮線もしくは東北新幹線を利用する方がほとんどかと思います。小山駅まで所要時間は新幹線だと16分、在来線だと50分なのですが、今回はこの最速ルートを使わずに移動していきます。そして A ルート移動をペネリ、B ルート移動を BB 長老にお任せします。やっほーみんな、 A ルート担当のエネリーだよ。まずは JR 大宮駅の構内をとことこ歩いてます。目指すのは A ルート最初に乗る予定の8番線乗り場。ここは高崎線ホームなんだけど、タイミングバッチリで電車が来てくれて思わずやったってガッツポーズ。もちろんこの高崎線に乗った瞬間から A ルートがスタートだよ。時間の計測は電車が出発してから始めるから、みんなストップウォッチの準備は OK？ この電車は高崎線普通電車高崎行きです。どれどれ、みんなの衆、わしが B ルートを担当しておる BB 長老じゃよ。この度は JR 線の改札を離れて東武アバンパークラインの乗り場にやってきたんじゃが、はてさて B ルートは一体どんな道のりになるのかのう。そしてどれだけ時間がかかるやら気になって仕方ないじゃろ。ホームを見渡すとちょうど1番線に柏行きの電車が止まっておる。よしよし、まずはこれに乗り込むかのう。もちろん時は金なりじゃから、電車が出発したタイミングでストップウォッチをポチッと押す予定じゃ。次はしばらく高崎線に揺られて到着したのは、夏はめちゃめちゃ暑いことで有名な熊谷駅だけど、今は冬だからへっちゃら。ちょっとどこがあの暑さの本領発揮ポイントなんだろって考えちゃうよね。ここで秩父鉄道に乗り換えるんだけど、改札を出たりホームを探したりしてる間に、なんとスタートからもう40分が経過。時計見てびっくりしちゃったよ。みんなも同じくらい時間経つの早く感じてる？秩父鉄道といえば SL パレオエクスプレス号が走ってることで有名なんだって。めちゃくちゃかっこいいよね。いつか乗ってみたいな。で、ちょうどホームに入線してきたのが羽生行きの電車。早速乗り込んで、ちょっと一息ついてる間にスタートから50分経過してました。ドアが閉まります。ご注意ください。さあ、この B ルート乗り始めてから1時間が経ったところでアバンパーくらいの電車から降りる羽目になったわい。
こからはつくばエクスプレス線の改札を目指すんじゃ。駅名は流山大高の森駅。今の日本じゃ珍しいことに人口がどんどん増えとるエリアらしいのう。わしみたいな年寄りには眩しい限りじゃ。ともかく2番乗り場に向かえばつくば駅の快速電車があるんじゃと。次は守谷に停まります。サクサク乗り換えてわしの冒険は続くぞい。この電車は快速つくば行きです。ありがとうございました。The next stop is Hanyu Station. ほんと、旅してると時間があっという間に過ぎてくね。でんね、電車はここで終点らしくて降りなきゃいけないみたい。降り立ったのは藍染めの街として知られる羽生駅。聞いただけでなんだかおしゃれそうって浮かれつつも、次の乗り換えに急がなきゃ。今度は東武鉄道に乗るんだって。ホームを移動して3番か4番乗り場へ向かうんだけど、初めて来る駅ってどこがどこだかちょっと混乱しちゃうよね、笑い。それでも案内表示を頼りにうろうろしてたら、あっという間にスタートから1時間20分経過。もうそんなに経っちゃったの？早すぎじゃない？まだまだ旅は始まったばっかりなのに、時間だけドドドーっと進んでる感じ。みんなも置いてかれないよう、ちゃんとついてきてよ。ここが守谷駅じゃな。つくばエクスプレスを降りたら次は関東鉄道常総線へ乗り換えることになる。流山大高の森駅と同じようにこの守谷駅周辺も若い者が集うエリアらしい。まるでわしだけが昭和からタイムスリップしてきたような気分じゃよ。さてさて、ホームに向かったら2両編成の列車がやってきた。ここで時計を見たらスタートから1時間20分が経過しとる。もうそんなに経ったか。わしはもう腰が痛いわい。東武鉄道の電車に乗ってガタンゴトンと進んだ先に到着したのは、この電車の終点館林。向かいのホームからすぐ出発する電車があるらしいの。乗り換え時間がめちゃくちゃ短いみたいだから、ここは全力疾走でしょってことで、見た目はもう完全にバタバタ走り。無事に乗り換え成功できたらラッキーだよね。これ逃したら次の電車まで待ちぼうけかもしれないし。でもね、こうやってギリギリのスリルを味わうのも旅の醍醐味って思わない？ちょっとドキドキして楽しんじゃうタイプです。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は太田行きです。まもなく多々です。お出口は左側です。
まずは、東武鉄道の電車を降りて改札を出たら、なんとここは足利市駅の北口。この駅には初めて降りたからちょっとキョロキョロ。でもそこは飛び慣れた？ネリ、無事に北口へ到着。それにしても、もうスタートから2時間経ってるって知ってた？早すぎる。そして気づけば、川の向こう岸には、さっきまでいた足利市駅がちっちゃく見えてるんだけど。まさかこんなに歩いたの？実はさっきの河川敷から400メートルくらい歩いてたみたい。ほんと、道理でちょっと足が疲れたわけだよね。でも、足利といえば歴史がいっぱい詰まった街でしょ？本当はゆっくり観光したいのに、名所を見る暇もなく次の駅へ向かうことに。泣く泣くスルーするの、悔しい。でも、今回の A ルートは次回勝負だから仕方ないね。次に来るときは、絶対ゆっくり見て回るんだから。というわけで、改札を入ったらすぐに連絡通路を渡って一番乗り場に向かうよ。こんな通路を通るとき、ほんの一瞬だけだけど、旅してる感満喫できるよね。ね、エネリーがホームに着いた時点でスタートから2時間10分経過。もう10分経ったの？って驚いちゃう。そして入線してきたのが、ここから両毛線に乗り換えて小山駅を目指す電車。ちなみに両毛線って足利や佐野、小山方面を結んでる路線で、途中には歴史や自然が感じられるスポットがたくさんあるんだって。お前の話を聞いてると俺も映画の曲が気になる。関東鉄道常総線に揺られて到着したのはこの列車の終点。どこもかしこも初めてじゃから降りるたびにドキドキじゃよ。ここで急いで次の乗り換え。待っておるのは水戸線じゃで。まごまごしておった。スタートから2時間40分、さらに2時間50分になってもうた。で、駅名を言い忘れておったの。ここは下館駅じゃった。まったく、年を取ると物忘れがひどくていかん。予定の電車が来るまで時間が空いたもんじゃから、一旦改札を出てみたんじゃが、居酒屋で一杯やりたいわい。やっほーみんな、A ルート担当のエネリーだよ。ついに今回の A ルートの目的地である小山駅に到着しました。で、気になる所要時間なんだけど、じゃじゃん !2 時間53分でした。3時間もかかってないの？って思うかもしれないけど、私的にはあちこちで乗り換えしたから体感7時間くらいだったかも。笑い。ざっくりおさらいすると、大宮駅から高崎線に乗って熊谷駅へ行こう。熊谷駅で秩父鉄道に乗り換えて、あっという間に羽生駅に到着。羽生駅からは東武鉄道で館林駅、足利市駅へ。さらに足利市駅から少し歩いて JR 足利駅へ移動。そして最後の締めは JR 羊毛線に乗って小山駅に到着。もういろんな駅名が頭の中をぐるぐる回ってる感じなんだけど、それも全部旅の思い出ってことでありでしょ。で、ここで嬉しいお知らせ。実は BB 長老が進めてる B ルートがまだついてないらしくて。ということは
A ルートが先にゴールしちゃったよ。わーい、おめでとう私。だけど、BB 長老が悪戦苦闘しながら B ルートを攻略してるみたいだから、私もこの小山駅からこっそり全力で応援してるよ。早く到着して一緒にお祝いできるといいな。というわけで、A ルートの旅はここでフィニッシュ。みんなも応援ありがとう。さて、そろそろ戻らにゃいかんとホームに戻ってきたいいな。すでにスタートから3時間経過じゃ。やはや、わしみたいなじじいにとっては、この待ち時間がなかなか骨身にしみるんじゃよ。さらに10分も待たされるとなると、腰が曲がったまま伸びわい。それでもようやくホームに電車がやってきた。ここで乗り損ねちゃ意味がない。よぼよぼしながら電車に乗車じゃ。そんなこんなで長い道のりを経てようやく小山駅に到着じゃ。時計を見たら3時間36分。思ったより長旅になったのう。大宮駅から東武アバンパークラインに乗り、流山大高の森駅に行き、そこでつくばエクスプレスへ乗り換え、さらに守谷駅からは関東鉄道常総線に乗って下館へ、最後に水戸線に乗り継いで小山駅へ、というわけじゃな。いやはや、ようやくたどり着けてわしは大満足じゃ。何せこの年じゃから、無事に目的地に着いただけでもありがたい。みんなもこの BB 長老の奮闘ぶりを見て、ちょっとは旅に出たくなったかの？わしはとりあえず腰を休めたいわい。いやー、今回の勝負、A ルートと B ルートでまさかの40分差。びっくりですよね。なんでそんなに差がついちゃったのかというと、下館駅での水戸線乗り継ぎがちょっと微妙だったのと、足利駅で両毛線との接続がめちゃくちゃスムーズだったからなんです。運が良いというか、悪いというか。でも、時間帯が変われば、逆にあれ？B ルートが早いぞなんてこともあるかもしれないので、そこはぜひ注意してみてください。というわけで、大宮駅から小山駅までの2つのルート比較、いかがでしたでしょうか？最後までご視聴いただき、ありがとうございます。